皆さんこんにちは。ビデオグラファーのしゅんです。本日なんですけれども、 AI 技術がどのようにして映像制作の未来の形を作っていくのかっていうところが今映像業界で大きな課題の一つとして上がってると思うんですけれども、その中のですねカラーグレーディングにおける AI の役割に今回は焦点を当ててご紹介していけたらなと思っております。今ですねもう AI 技術の進歩が急速に加速していると思うんですけれども、映像業界でもその影響は大きく広がってきています。特にですね編集におけるカラーグレーディングの分野ではですね、例えばカラーマッチの自動化であったりとか、チャット GPT を活用してですね独自のカスタム DCTL であったりとか 3D ラットを作成することで、複雑なルックのバランス調整であったりとか転送がもう簡単に行えるようになってきています。こうしたツールを使えば誰でもある程度のクオリティをですね短時間で実現することが可能になってきています。今回の動画ではですねそんな AI の力を最大限に活用するツールとしてですね、特に自分での調整が難しいとされる肌ですね、こちらの肌のディティール補正であったりとかトーンの微調整についてご紹介できたらなと思っております。これまで手作業でかなりの時間をかかっていた部分も AI のおかげで数クリックで済むようになってきているので、このツールが実際どれだけ使えるのかっていうところ、そしてどのようにして使っていくのかっていうところを一緒に見ていけたらいいなと思っております。それでは早速始めていきたいと思います。はい、まずはいつも通りですねカラーグレーディングの基本となるカラーコレクションから始めていきたいと思います。まずはですねカラーコレクションでノードを4つ用意してですね、カラースペース変換から当てていきたいと思います。こちらですねカラースペース変換を当てて、こちらの素材が S-Log3 の S ガマットシネで撮影した素材になりますので、 S-Log3 とですねあとは S ガマットシネの入力カラースペース入力ガンマを当てていきたいと思います。こちらですね S-Log3 を当てていきます。でですね、ここでカラースペース変換当てたんですけれども、ダヴィンチリゾルブの標準機能として自動のカラーバランスっていうのがございまして、こちらのプライマリーホイールの一番左側ですね、こちらに A っていうマークあるんですけども、こちらを押していただくとですね AI が自動でカラーのバランスを整えてくれるようになっています。これワンクリックでもいいんですけど、実際ですねこれに関しては手動でやった方がより正確にですねプライマリーを行えるので、こちらは今回は使わずにいきたいなと思います。で、その前のノードでですねホワイトバランスとサイドと、コントラストの調整を行っていきたいと思います。今回もですねプライマリーの詳しいノードの構成の方法に関してはちょっと省略するんですけれども、別の動画で詳しく解説している動画があるので、よければそちらをご覧ください。まずはコントラストですね、こちらのオフセットを使ってちょっと全体的に暗くなってしまっているので、まずは、少し上げた上でですね、こちらのスコープ見ながらですね、ゲインとリフトですねを調整して少し素材にコントラストをつけていきたいと思います。はい、こんな感じですね。で、今回ですねサイドに関しては特に全体的に薄いなって感じないので取り扱わずに、ホワイトバランスですね、こちら、スコープであったりとか素材見てもらったら全体的にちょっとマゼンタ寄りになってしまっているので、ティントをですね少し下げてあげつつ、あとはホワイトバランス少し青に寄せて調整したいなと思います。こちらマゼンタ寄りになってたのがこういう形でホワイトバランスの調整ができました。ここまでがプライマリーになるんですけれども、ここから、セカンダリーとしてカラーグレーディングを行っていくんですけれども、ここでですね今回ご紹介したい顔のトーンの調整に入っていきたいと思います。ここではですね被写体のですね、顔の肌の調整をしていきたいと思います。で、今回ご紹介したいのがですね、レタッチフォーミーというプラグインになります。こちらですね AI を活用してですね自動的に肌を補正してくれるっていうまさに近未来のツールになるんですけれども、今回はこちらのプラグインを使ってですね肌の調整をしていきたいと思います。では早速新規ノードを追加してエフェクトでですね一番下に行っていただいて、ここにレタッチフォーミーのエフェクトが入っているんですけども、こちらのヒールっていうエフェクトをまず使いたいと思います。今変わったの分かりましたかね。こちらですね、ヒールっていうエフェクトなんですけれども、こちらのプラグイン適用するとですね、肌の例えばニキビであったりとか、ほくろであったりとかっていうのを AI が自動的に検出してくれてですね、補正が実行されるような形になります。はい、これ今もうワンタッチというか、ワンクリックで入れただけなんですけれども、それだけでも、これがビフォーですね。で、これがアフターですね。これめちゃくちゃすごくないですかね。
肌のディティールを損なわずに本当にこう気になるニキビの部分ですね、そこを、自動で検出してくれて、こういう形でワンクリックで補正してくれるようなツールになります。めちゃくちゃこれ便利ですね。でこちらのパラメーターについてもちょっとご紹介できたらなと思うんですけれども、まずはですね、こちらのセンシティビティっていうスライダーがあるんですけれども、こちらがいわゆる補正の強度ですね、そちらを調整してくれるようなパラメーターになります。これを高めに設定しすぎると、場合によっては補正したくない部分も補正してしまう可能性があるので、補正がかかっている具合ですね、そういったものを見ながら、ここの部分の強度を弱めていくっていう形で調整していく形になります。今回はですね、特に100であっても補正きれいにかかっているので、このままでいきたいと思います。はい、では次にポートレートスケールっていう部分なんですけども、こちらがですね、クローズアップ、ハーフレンス、フルレンスっていう風に選べるんですけども、素材のいわゆる被写体とカメラの距離ですね。今回でいくと、クローズアップになるんですけれども、体の半分ぐらいが映ってる、素材であればハーフレンスで、もう体フルで映ってる場合はフルレンスという形で選択できるようになっています。はい、で次にこちらインプットカラースペースになるんですけども、こちらに関しては、元素材のですね、カラースペースが、ログなのかレック709なのかっていうところなんですけども、事前にですね、プライマリーの段階でカラースペース変換でレック709に変換していますので、今回はレック709のままでいきたいと思います。で次にですね、こちらスムースモードっていうのあるんですけれども、こちらもですね3つのモードがございまして、これらの違いっていうのはこう映像がですね、激しい動きなのかゆっくりな動きなのかとか、そういったもので、いわゆる異なる映像の処理のですね、ニーズに応えるためのツールになっているんですけれども、例えばですね、すごく説明しにくいんですけども、こちらの一番上のこのモードですね、こちらに関しては、長い、長尺のその素材のカットであったりとか、複雑な動きがあるシーンとかに適してて、自然で滑らかな動きが作れます。でこちらの下のトゥーラストフレームスっていうモードなんですけど、こちらは短いシーンとか静止画に近いシーンに最適で、フレームに焦点を当てたこう滑らかさみたいなのを実現してくれるっていうモードになります。いわゆるですねこう、素材の動きであったりとか、長さによって実際こう動画が動いていく中でより自然に補正してくれるような、スムージング効果っていうのを得られるような調整ができるということになっております。次こちらですね、メイクアルファなんですけども、補正した場所をですねこういった形で見ることができるような、アルファチャンネルになっております。でこの下の2つに関しては、修復後のこうテクスチャーの強度であったりとか、マスクのかかり具合っていうのを調整するパラメータになっておりまして、明らかにこう境界線が見えたりとかですね、分かりやすい部分に関してですね、マスクのこうテキスチャーの範囲ですね、そちらの強度をぼかしたりとか、肌のテクスチャーを補正したりとか、そういった、いわゆる修復するようなツールになっております。まずはこの上のこのテクスチャーのパラメータに関してはですね、修復後のこうテクスチャーの強度を補正してくれるようなパラメータになっておりまして、このエフェクトをかけるにあたって肌がこうぼやけてしまうっていう可能性もあるので、こちらを使ってですねテクスチャーを追加して、より自然な見た目、を作るために使うパラメータになります。基本的には今標準で入っているこのまま動かさずでいいのかなと思います。スムージングに関しても、テクスチャーと同様に肌がこうより自然に見えるように調整するようなパラメータになります。こちらに関しても基本的に動かさなくていいかなと思います。特にパラメータ今回いじってないんですけれども、こちらがビフォーでこちらがアフターになります。これだけでももう全然肌の補正、っていうのが十分綺麗にできてるのかなと思います。では別の素材でも試してみたいと思います。こちらの女性のですねこの肌のそばかすを、どれだけ消せるのかっていうところを検証したいと思います。事前にノードは組んでいるんですけれども、こちらがビフォーでヒールを当てたら、こちらになりますね。こちらがアフターになります。これだけでもまためちゃくちゃ自然にかつディティールは損なわずに補正できているので、めちゃくちゃ優秀だと思います。もう一つ行ってみましょう。こちらの女性ですね。こちらの女性、こちらがビフォーで、こちらがアフターになります。こういった特にニキビ跡とかですね、肌の荒れ具合って本当に調整するのに時間がかかって、かつ自然に作るのってめちゃくちゃ難しいんですけれども、この AI プラグインを使えば補正したっていうのがもう全然わからないぐらい、綺麗に調整できました。
本当に手動で調整が難しかった本当に細かい部分まで AI がしっかりとカバーしてくれているのがわかるのかなと思います。この結果を見ると AI の力がどれだけ強力なのかっていうところがすごくわかるのかなと思います。はい。では次にもう一つご紹介したいダッチバーンというプラグインを使っていきたいと思います。はい。新規ノードを追加して、ダッチバーンというノードを追加して、で、さっきのこちらのヒールの上にございます、こちらのダッチバーンというレタッチフォーミーのエフェクトを使っていきたいと思います。ダッチバーンというプラグインですね、簡単にご紹介すると、影とハイライト部分ですね、そちらの調整を行えるプラグインになっておりまして、ダッチっていうのはいわゆる明るい部分を強調して、でバーンは暗い部分を強調するっていうところで、被写体の立体感をより引き立てたり、逆に顔と肌の明暗部分のですね、差っていうのをより均一で滑らかに調整してくれたりするようなプラグインになります。こちらの設定もですね、同様にスライダーで調整しながら、影と光のバランスを調整していく形になります。こちらのデプスっていうところで、強度をですね、調整していくような形になります。下のワームスっていうのは、あと肌の温かみっていうのを追加するエフェクトになるんですけれども、こちらですね、上げたらちょっと不自然になっちゃうので、あんまり動かさない方がいいのかなと思います。で、先ほどのヒールと同様、ポートレートスケールっていうものがあるのと、スムースモードっていうのがございますので、こちらも同様に調整していく形になります。ソフトライトレイヤーっていうものをクリックすると、どこの範囲で、エフェクトが適用されているのかっていうのが先ほど同様分かるような形になっております。でですね、こちらのダッチバーンのエフェクトですね、今ちょっと見てもらったら分かるようにですね、もうめちゃくちゃ重いっていうところがですね、唯一欠点としてございまして、僕の PC だと、全然動きません。なので、事前にちょっと強度別に比較検証した素材をですね、作ったので、そちらをお見せしながら、実際の効果をご紹介させていただけたらなと思います。はい、すいません。こちらの素材になるんですけれども、こちらの今、現時点の素材がですね、何もダッチバーンを当ててない状況の素材になります。でこちらですね、ダッチバーンエフェクトを、40の強度で当てた時をお見せしたいと思うんですけれども、こちらがビフォーで、こちらがアフターになります。この肌の部分のですね、陰影が、より自然な形というか、滑らかになったのがわかるんじゃないかなと思います。はい、こんな感じですね。特に分かりやすいのがここの頬の部分ですね。頬の部分のコントラストがより自然な形になったんじゃないかなと思います。はい。で、さらにですね、こちら40じゃなくてマックスの100当てた時ですね、こうなりますね。ここまでいくとちょっと不自然感出ちゃうかなと思うので、個人的には40ぐらいの数値で調整するのをお勧めしていますけれども、こんな感じで、3つ比較してもらったら分かるように、強度を上げれば上げるほど肌のテクスチャーというか、光と影のコントラストのですね、質感がより滑らかになっていくのが分かるんじゃないかなと思います。このエフェクトもですね、使い方によっては肌を綺麗に見せるっていうことができると思うので、非常におすすめのプラグインになっています。ダッチバーンの効果を適用したらですね、影と光のバランスが取れるので、映像に例えば深みとか立体感を、与えたい場合、逆に滑らかにしたい場合、そういった必要に応じてですね、ダッチとバーンの強度をですね、微調整して、理想的な形に簡単に仕上げることができるんじゃないかなと思います。はい。でですね、プラグインが重くなりがちな場合ってよくあると思うんですけれども、一つ、その対処法をちょっとご紹介させていただけたらなと思います。レンダーキャッシュっていうものをですね、活用してですね、再生をスムーズにすることができます。レンダーキャッシュに関しては、エフェクトをあらかじめ処理してキャッシュ化してくれるので、プレビュー時に動作を軽くできるような機能になっております。メニューバーでですね、こちらの再生ボタンを押していただいて、レンダーキャッシュっていうものがございますので、こちらを選択していただいてですね、で今なしになってると思うんですけど、こちらスマートっていうのが自動でキャッシュを生成してくれるようになってて、ユーザーっていうのが手動でキャッシュを生成するような形になっています。でこちらスマートっていうのを押していただくと、自動でキャッシュ生成してくれるので、こちらでキャッシュ化して、動作を軽くするっていうこともできるようになっています。あとはですね、フュージョンモード、フュージョンページをですね、使うことで効率的かつ軽く作業を進めることっていうのも場合によってはできます。こちらメディアイン、メディアアウトっていうのがあるんですけども、その間にですね、入れたいエフェクトですね、今回はダッチバーンを入れたいので、こちらを
ドラッグ&ドロップしていただいた間にこういった形で入れ込んでいただくと、フュージョン内でエフェクトの調整っていうのもすることができます。で、こちら右側にインスペクターパネルっていうのがございますので、こちらで同様にですね、パラメータの調整をいじることができます。場合によってはマスクを入れたりとか、レイヤーの合成、複数のレイヤーの合成っていうのもできるので、こちらフュージョンページでも一応調整できるよっていうのを、頭の片隅に入れていただいて、場合によってはこちらを使ってエフェクトの調整するっていうこともお勧めしております。メリットで言うとですね、フュージョンページで調整することで、特定のレイヤーのみで操作できるので、必要な部分だけの調整ができるっていうところと、あとはコンピューターの負荷を軽くすることができるので、場合によってはもうこちらを使って調整するっていうこともおすすめなんじゃないかなと思います。はい、こんな感じで調整してきたんですけれども、ダヴィンチの標準のエフェクトでもですね、AI フェイス補正っていうのは実際ございまして、軽くちょっとご紹介させていただくと、おすすめのツールがですね、こちらですね、フェイスリファインメントっていうエフェクトになるんですけれども、こちらもですね、AI を使った顔の自動検出とですね、補正に特化したツールになっております。顔のトラッキングであったりとか、肌のトーンの調整っていうのが直感的に行えるツールになっています。こちらもですね、今回詳しい紹介っていうのを省くんですけれども、ダヴィンチリゾルブの標準エフェクトの中では比較的使いやすいツールになっているので、気になった方はぜひ使ってみてください。はい、本日の動画では AI 技術を使ったカラーグレーディングの可能性についてお話ししてきました。特にですね、レタッチフォーミーを使った肌補正が、どれだけ簡単で効率的かっていうところをお伝えしてきました。これらのツールを使うことで手間をかけずに綺麗な肌の仕上がりを短時間で実現できます。どうしても手作業ってなると数時間かかってしまうような可能性がある作業だと思うんですけれども、AI を駆使することでワンクリックでできてしまうっていう本当に驚異的なツールでした。レタッチフォーミーに関しては特にポートレート撮影であったりとかモデル撮影をする、動画クリエイターさんには非常におすすめのツールになっています。料金もですねそこまで高くなくて手頃に買える価格帯なので、本当に、モデルさん撮影が多いクリエイターさんはですねぜひ1回ですね購入して試してみてもいいんじゃないかなと思います。今回の動画では肌補正に関する AI について詳しくご紹介させていただいたんですけれども、ダヴィンチリゾルブの標準機能だけでもめちゃくちゃ便利な AI 機能がたくさんございまして、個人的におすすめなランキングだけちょっとご紹介させてください。はい、こちらになるんですけれども、これらの機能の解説についてはまた別の動画で詳しくご紹介できたらなと考えているんですけれども、これらのツールですね、使い方によっては本当に時間短縮できたり、逆にめちゃくちゃ良い精度で、カラーグレーディングできたりするので、そこら辺についても、気になった方はぜひ調べてみてください。はい、今回の動画ちょっとニッチだったかもしれないんですけれども、こんな感じでですねさらに高度でニッチなカラーグレーディングのテクニックについても、今後も深掘りしていきたいなと思っておりますので、ご興味がある方はぜひチャンネル登録をしていただけたら嬉しいです。カラーグレーディングに関してのご質問もコメント欄で承っていますので、気軽にコメントいただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。 'Cause